100点のアートクレヨン画展。あなたのご来場お待ちしてますよ。なんか知らんけど赤色だと美味しく見えますね。でもカンの白を大事にするということですね。どういう暗さにするかとかですね。どういう明るさにするかというのがとても重要なんですよね。はい。こんにちは。柴崎ですよ。ねえ。お元気ですか？そうなんだね。まあね、いつも元気ってわけにいかないよね。もうちょっと気分がね、ボンと落ち込んだりね。ちょっと頭痛いなとかね。もう柴崎もね、80歳近くになるとね、まあ、一日のうちでもね、波があったりするぐらいですからね。うん。まあ、それでもね、ちょっとね、元気出ない時でも気持ちを切り替えてね、過ごしていきましょう。その気持ちの切り替えでね、この柴崎の動画が少しでもお役に立てば、もうとっても柴崎も嬉しいです。まあ、そういうコメントもね、実はたくさんいただいてましてね、ありがとう。そしてね、高評価もたくさんいただいてます。もう柴崎もそのおかげで元気が出てるようなもんですね。まあ、そんな中ね、贅沢言うだけど、まあ、チャンネル登録まだの方はね、ちょっとしていただけると、なお励みになります。さて、今回は、添削です。ね。柴崎が主催するオンラインサロン、シバーツのメンバーの方の、ね、もうメンバーの方も絵が上手くなったんですよ、とても。ね、まあ、その方の中からね、作品を柴崎がちょっと選んでね、添削してみます。どんな作品が来るか、ちょっと見てみないとわかんないんだけどね。で、まあ、この添削終わったらね、ちょっとお知らせもあるのでね、よかったら最後までゆっくりお付き合いください。それではまず作品選びからね、行ってみたいと思います。はい。さあ、どんな絵があるかな？では早速ね、ちょっと見てみましょうね。あ、いっぱいあるな。これがいいな。これですね。ポンと。はい。ねえ。せっちゃんですね。アンパン。入院前にアンパンの写真をアップしたままでしたか、あの人ね。きっと、しますけど、やっと描けました。色を塗りすぎて髪がボロボロです。ってね、おっしゃってますね。せっちゃんだからいつも色鉛筆で描いてくれてるから、色鉛筆の絵かな。まずでも、アンパンですね。いいですね。とても美味しそうなアンパンだね。で、隣に菓子パンがね、ポンと、ピーチかなんかのパンかな。いいですね。で、これを、せっちゃんは、こう描いたんだ。まあ、せっちゃんはね、いつも色鉛筆で描いてくれるんですよね。で、まあ、一生懸命色を塗って、とても上手に描けてると思います。まあ、基本的にはこれでいいんですけども、まあ、今、パンにとても興味が集まるように、うまく配置して写真も撮ってあるし、で、それをそのまま素直に描いてくれて、ね、すごくいいんですね。まあ、ただ今、パンがとても照り輝いてね、光を受けて存在感ありますから、まあ、周りにいろいろ風景がまあ、あって、もちろんこれでいいんですけども、まあ、もう少しこのパンっていうものにね、まあ、パンの存在感のね、良さみたいなのね、ぐっと迫ってみたいと思うんですよ。だから、まあ、いろいろちょっと目をですね、散らしてしまう要素を少し省いたりね、まとめたりして、パンにもっともっと目が行くようにね、パンが上手に描けてるだけに、そんな風に、だからこの後ろの具合とかですね、そういう工夫も、まあ、柴崎なりしてみたいかと思います。だからまあ、ここの影ですね。ここがまあ、ただの黒になっているので、影の色とかですね、影の形とか、それからまあパンの色とかですね。まあ、少しだけ、ここら辺ですね。ここら辺とかですね。こういうとこですね。そういうとこも含めて、取り巻く周りなんかもちょっと工夫しながら、ね、パンの美味しさを柴崎なりに、まあ、水彩で描いてみたいと思います。はい、じゃあ見てくださいね。それじゃあね、やってみましょうね。縦画面だね。この辺に描こうかな。この回でいいかな。
よいしょ。はい。このくらいに書きますね。このくらい。ね。せっちゃんいつも本当に頑張って上手にね、絵描くね。はい。それで、アンパンと菓子パンですね。ちょっと上をこう広く開けてあってね。もうとてもいい考えですね。ですので、じゃあこの辺に、どう書いたんだ？こう書いたか。じゃあ少し、こっちに、こう、せっちゃんの絵のように、こっちに、お皿を少しこう立ち落とすようにですね。このくらいにしましょうか。まあ、楕円を描くのもね、これも練習なんだよね。これがこう、うまく描けるようになるっていうのはね。まあ、練習だから、まあ、頑張ってやってもらうしかないんですけども。で、菓子パンがだからこれ、お皿だから、まあ、ちょっとこうなってるわけですよね。はい。で、ここに菓子パンがこうなって、こうなってる。こうか。で、ここに乗っかるように、アンパンが、こうなっているんだね。アンパン、上手にかけてるね。こうなっている。これでいいかな？こっちへ菓子パンがちょっとこう、はみ出た感じで、このくらいでいいかな。こう来て、こうなって、少し、そうだね。影がこっちへこう伸びて、まあ、こう日から来てるんだね。という雰囲気ですね。それで、ですね、ここのところ、ここにですね、こうテーブルが見えるんですけども、テーブルね、このお皿がこう落っこっちゃうぐらいね、ギリギリのところまでテーブルのヘリにね、この要素を持っていってですね、このくらいにこう、なんて言いますか。テーブルのヘリの方にね、こうやって移動させてしまってもいいと思うんですよね。そうすると、この部分が、後ろとこうオーバーラップはっきりしますのでね。今、せっちゃんの場合だと、ここに明るいテーブルが見えてるんですけども、そうすると、ちょっと、これの関係が煩雑になるので、このくらいのテーブル整理してもいいかなと思います。はい。で、後ろがこうなって、ここは暗いんだよね。はい。そうですね。で、これが、なんかあって、お外で、じゃあ、ここに木がある。もうちょっと木を大きくしてもいいかな、もう。大きな木がここにあるような感じだね。そうすれば、いろんなものをもう説明しなくて済みますから、ですね、こう大きな木というぐらいにしてしまった方が、絵はスキッとして、こっちに見る人の目も集中できるかなと思います。で、こんなんかな。で、手前は、これはこの側面が、これこう見えるんだよね。はい。では、ちょっと待ってください。色を用意しますね。まず、ここの、こういうとこですよね。はい。ちょっと待ってください。せっちゃんの場合、こう、ね、色鉛筆で書いてくれましたけど、今日は皆さんには水彩でお見せします。まず、だから、順色でですね、こうなって、ちょっとどこどこ、たまたまでいいんですよね。こう、紙の白が残るように塗ります。こういうのをこっちこうみんな入れちゃっても問題ないんだよね。ここにもこんな色があるわってね。こう入れてしまってもいいかと思います。そのくらいかな。ウェットにウェットで、こうやって色を足して、こういう時に水彩ってね、本当に、便利なっていうかね、本当に素敵な画材ですよね。一人にこう色が混ざっていって、微妙な色もですね、作れるという、そういう画材ですよね。
濡れてるうちに、次々とこう色を足して、それですね、あとどうしようかな。じゃあ広いとこいっぺん塗っちゃいましょうかね。床ですね。まあ、たっぷりと、水彩の場合はたっぷりと色を用意して、まあ、一気に塗っていくというわけですね。それで、ここで、このお皿の襟をちょっと意識して、たっぷり塗ると。こうですね。まあ、ここで、またね、水彩のいいとこなんですけども、水の力で、まあ、混色するっていうね。もうなんかやるだけでこう、ちょっとありがたそうなね、こう、要するに面白い意味が出るんだよね。うん。なんか、これね、せっちゃんは、まあ、いろいろ色を足してくれてるんですけども、結構大変だったと思うんですね。水彩だとパパーっとこう水がね、混ぜて、こういろいろな色をね、こう作ってくるんで、他の画でなかなかこれが大変なんですよね。はい。で、まあ、こう色を混ぜて。窓の、影なんかもあるんだね。まあ、後でいいですね。で、こうなんか皿のシルエットもできてきた。じゃあ、これどうしようか。じゃあパン描きましょうかね。パンですね。これは、白い粉砂糖がかかってんのかな。白い粉砂糖がかかってるような雰囲気ありますね。まあ、水彩の場合は、こう筆を寝かせてですね、こう、ちょっとこうドライブラシっていうね、こういう感じを活かすと、まあこういう、まあ、粉砂糖みたいなね、ものも、まあ、描きやすいんですよね。これ他の画材でこれを、こう、残しながらやるっていうのはなかなか大変ですよね。はい。例えばこんな場合ですね。はい。で、まあ、少し乾くのを待つということでしょうか。それで、これの日陰の面がここら辺に来てるんだね。こうやって、こうなって、こっちへこう来て、こう混ざってるのか。で、あとは、アンバーっぽい色とかですね。そんな色。まあ、ちょっと赤みが増えると、こう、美味しそうに見えますよね。はい。まあ、こういうとこちょっとシワが寄ったり、いろいろ。これこう、筆をこういうふうにね、いろいろこう、角度変えて使い分けるとですね、まあ、描きやすいかと思います。はい。まあ、こういうところもこう、じっくり描いてみる、楽しさってありますよね。じっくり描くんだけど、ただ、まあ、嬉しすぎてですね、こうやりすぎてうるさくなりすぎると、まあ、逆効果なんですけども、じゃあどの程度にするかっていうのはね、なかなかこう、ケースバイケースですので、なかなか言いにくいんですけども、まあ、そういうことが言えますね。はい。で、こっちへ行って、ここからこうで、こうなって、こうで、色を出して、ちょっと赤い色がいいかな。なんか知らんけど赤い色だと美味しく見えますね。どうしてなんだろうね。重ね塗りですね。
して、このくらいかな。ここはいいんだね。粉砂糖。からこのヘリが、ちょっとずつ暗くなって、これが見えてくるんだね。こっかな。はい。で、こうなっているんですね。こんな具合かな。あんパン。これが、こうなってる。よいしょっと。で、ここが、皿の反射の明るさがあって、ここが、まあ、ちょっと白っぽく光ってもいるんだよね。うん。で、あと、あんパンの色を一気塗りですね。ここら辺が、これがペカッと光っていて、こうなって、こんな具合。かな。本当にせっちゃん、よく、こういうとこ色作ってますよね。でも、素敵かと思います。で、これがこっちへ来て、こうなって、ここが紙の汁が残るというわけだね。で、こうなんだ。こう。で、ここはちょっと濡れた筆で、少しところどころ、こう押さえながら、でも紙の白を大事にするというわけですね。で、あとはこれをさらに美味しくするためにですね、同じような色を重ね塗りして、色を深くするというわけですね。はい。乾かないうちに重ねすると、色がとっても深くなってくると思います。で、それに日陰の色だから、まあ、結構暗めのブルー紫をここに塗ると。こうだね。こうやって。いつも通り添削、ノーカット、ノー編集でやってますのでね。楽しんでもらえてるでしょうか。で、こっちへこう来ると。こんなぐらいかな。で、こうやってきたら、それを少し薄めた色で、こっちへ重ね塗りして、もうちょっと赤い方が美味しそうかな。で、ここにこう至ってですね。そして立体を強調すると。こういうわけだよね。はい。あとは、ここか。こんなところね。で、これに、ブルーっぽい色を、ブルーをですね、加えまして、ここでこうやって、こう書いて、で、これが、ここでこう一回持ち上がってんのか。で、ここでヘリにこう来てんだね。こういう風に影を描くと。よいしょっと。ね。で、これがこう来て、こう来まして、ギリギリのところこうなると。あとは、実際接しているとこは、さらにもう一歩暗くして、ですね。こんなことかな？これは、ちょっとこう強めに書いておいた方がいいかもわかんない。いいかもわかんないね。
その色を薄めまして、ここのところですね。ここのところをこうやって少しこう塗るんですね。そうすると、皿のへりですね。へりがこうちょっと見えてくるかと思います。はい。そして、さらにですね、その色で、ここのところをこう塗って、皿のへりですね。こう塗って、こう塗っていくと、お皿の雰囲気が出てくるかなと思います。でですね、ちょっと後ろの木をですね、木を描きましょうか。少しちょっとくすませた、こうね、ぐちゃぐちゃっと巻いたこんな色ですね。それで、ここを塗ると。はい。ここはですね、なんと言いますかね、あまり真面目に描かなくていいところですので、水彩でやる方はですね、水彩の具の効果という点ですね。そういうのをここでちょっと遊びとして使ってですね、自分でも楽しむし、見た人にも、なんか水彩の面白さ、素敵さ、みたいなね。なんかそういうのが通じるように、ちょっとこうしてあげるのがいいのかな、と思いますね。はい。で、ここが、そうですね、光が当たってる、草みたいですね。例えば、で、こうですね。それで、お皿が来て、これが来ると。こんな感じかな。ね。後ろは、なんかいろいろ壁があってですね、結構楽しい感じになってるんですよね。はい。ですので、そうですね、こういうところ。そうですね、これ、こうやって、こんな辺を作って、ここね、せちゃんもカーテンのように描いてくれてね、そうか、まず木のようなものを描いてからカーテンみたいにしたんですね。なるほど、なるほど。ね、とっても工夫がありますね。じゃあ、ちょっと、柴崎も、せっちゃんに見習ってですね、ちょっとアンバーっぽい。でも、少し暗い色ですね。はい。よいしょっと。描いてきて、こうですね。ここ。パンがどうなってんだ？ちょっと形が歪んでんだね、パンの形がね。こんなになってんのかしら。こうなってる。こうなってるのかな？で、来てるんだね。こうか。こうだよね。それで、少しブルーっぽいでするかな？ブルーっぽいような色で、
まあ、少し暗く描きましょうね。これよりも暗くですね。色を、ちょっと今、色混ぜてます。とにかく絵はこの、まあ、ね、赤とか黄色とか、そういうどんな色にするかってことも大事だけども、どういう暗さにするかとかですね、どういう明るさにするかっていうのはとても重要なんですよね。まあ、繰り返してこれもいつも言ってますけども。で、こう、描いてきて、ここに床がちょっと見える。こうだね。で、まあ、ここのパンの具合が、ここはですね、うんと明るく見えるようにしたいと思いますので、そうしますと、もう背景、だいぶここを暗くしてみるということですね。はい。こんなことですね。もうちょっと色を暗くします。はい。これはね、よいしょ。暗くして、パンがですね、はい、明るく輝いてくるようにします。まあ、この色でこのままでいいかな。このままで、ここのところに、こんなのがあるんだ。こうやってね。はい。こうやって、美味しそうですね。こんなになってるんだね。こんなになってる。ポン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 。はい。どうやって見えるかな？ちょっと見てみましょう。あ、こう見えるんだ。上手に立ち上がってるとモニター確認しました。色をまた後追いして、こういうところですね。立体的な形をちょっと描き起こす。から、色をちょっと強くしてみたりですね。そんなことをするとかですね。こんなことこんなんでいくの？こうやって、またここはこんなんなってんだね。ちょっとこう重ね塗りしていくと。から少し絵の具を取って、白い皿の反射を作ると。後ろの方は、こうなんか樹木がこういろいろ立っていましてとかですね。そういう雰囲気をちょっと作ってみせるというやつですね。こんなくらいかな。ですね。それから、こういうとこは、ちょっとカーテンみたいにしたかったですね。少し濡れた筆で、何かこういう風な模様なんかをちょっと描いてですね。バックグラウンドで、ちょっと色をですね、弾くことを期待するとかね。そんな表現されても面白いかと思いますね。さあ、それで、だいぶできてきたかなと思うんですけども、よくやるようにですね、こうやって、こういう木の木目みたいなのとかね、
なんかこう入れてみたり。それから、側面ですよね。はい。これ側面を描くと。側面を描きましたら、折れ曲がり際を強くですね、こうなってきて、まあ同じような色でいいと思うんですけども、それで、ここにですね、よいしょ、影を描いてしまいます。ですね。で、影を描きましたら、当然、この中に、色を加えてですね、大きな面ってのはね、出来上がったらその中にこう色を入れるっていうね、こういう作業です。これがね、本当に水彩の良さをね、ぐっと余計引き出すんですね。こういうとこの暗さとかですね。こんなことですよね。で、こう、白くあれが、何ですか。お皿が浸ってきましたので、今度は白いというお皿の上に、ちょっと待ってください。これ見ると、こう影を起こってるのか。ちょっと紛らわしいですね。どこを落とそうかな。じゃあこの上を落とそうかな。こっちに窓枠がなんかあるんだね。じゃあこの上にちょっとこう影を落とそうかな。こうやって影ですね。で、こう来て、何もないね。こう来て、少し上にこう反る感じ。からこれもこっちからこういう感じのかな。いいね。これはこっちにこうなってる感じですね。ここやるのか。こう来た。じゃあこれはね、これで書けないので、じゃあこっちからこう引っ張りましょうかですね。はい。それでいいよね。で、もう一回ヒリンとこう強く書く。ちょっと確認しますね。またではこんなことかな。はい。じゃあちょっと乾かしましょうね。よいしょ。それでこう書いたんですけど、まずいらない線消しちゃいましょうかね。いらない線を消して、よいしょ。こうやってですね、ちょっとしたことなんですけども、紙の白ね、これが白いですよね。白さをですね、やっぱりちょっと限定していくとかですね。少し白が強そうなところはですね、色をかけて、から例えばこういうところですね。少し色をかけてですね、特別にする。ね、こうしてですね。そうすると、ここら辺が特別にちょっとしたことなんですけどね、見えるかと思います。はい。まだ濡れてるけどね。濡れてるけど、いいや、これでね。
で、コメント。まあ、とてもね、せっちゃんね、大変上手にできてるんですよ。本当に。だから柴崎はですね、ここね、この皿を含めて、ここを見せるために、ここはですね、十分に暗くしました。ね、ここ。特にここですね。もうこれもいつも言う通りなんですけども、ね、対比。強くしましたですね。それから、まあ、こちらは、まあちょっとね、どうしても真面目な絵になりますので、まあちょっと楽しくですね。はい。まあ今回は木っぽくしたんですけども、そんなことですね。はい。こういうところの色は、まあ、ね、なんていうかな。まあ、ちょっと暖色をね、まあこう調和を取るために、あるいはですね、まあ資料に合わせて、っていうこともありますけども、まあこんな色にしてみました。影は、まあ、せっちゃんの場合はすごくただ黒くなってますけども、もう少しこうね、色をなんか、こう工夫されるといいと思います。はい。でも本当にですね、大変よくできていると、素晴らしい、せっちゃんの絵だと思います。はい、こんな感じです。はい。ねえ。書き上がりました。せっちゃんのパンでしたね。うん。ねえ、せっちゃんもいつも、まあ、色鉛筆で書いてくれるんですけどね。まあ、柴崎は、透明水彩でね、書きましたが。まあ、画材は違うけども、絵としての考えが同じですね。まあ、ちょっとこう白を暗くしたりしてね、ここに、当たる光を含めての、フォーカスですね。そういう絵作り、少しでも参考になれば嬉しいです。それでですね、お知らせですね。まずですね、100点のアートクレヨン画展です。これはね、12月の3日から12月の7日まで、東京日比谷にある奥路寺という場所で開催されます。もう一般に告知されていますので、作品、ね、ネットで見た方も多いかと思うんですけども、やっぱり実際の絵はね、もっともっと何倍も素晴らしいんですよ。ですのでね、もし、足にね、都合がつく方はおいでください。それから、アートクレヨンのお話の続きなんですけども、柴崎は月に1回、このアートクレヨンを使った講座を開いています。場所は、東京日本橋にある、ペンテルさんの本社の中の教室です。受講したいあなたはですね、手ぶらでおいでください。もう画材、紙、もうすべて、揃ってます。そしてあなたはそれを自由に使って、柴崎と一緒に絵を描いて、それをお土産として持って帰ることができます。ちょっと、早めの予約が必要かもわかりません。そしてですね、また柴崎、これは柴崎のことの続きなんですけども、来年の、2月の3日からね、2月の8日まで、愛知県名古屋市にあるのりたけの森ギャラリーというところで個展を開催します。ちょうど寒い季節ですけどね、会場は暖かいですから。で、柴崎行ってますからね、遊びに来てください。それと同時にですね、この柴崎のこの個展をね、サポートしてくださる方を今、募集してます。柴崎と一緒に、1週間ね、楽しい思い出を作りませんかね、ぜひ、お待ちしてますよ。これらのお知らせはですね、いずれも、
この動画の概要欄からね、ちょっとご覧くださいね。さあ、ということで今回柴崎はね、添削やりました。アンパン書いたんでしたね。はい。アンパンいいね。柴崎、甘党ですから大好きです。はい。では、風邪に気をつけて過ごしましょう。そして、また次回もね、柴崎とお会いしましょうね。はい。長い時間最後まで見てくれて本当にありがとう。はい。またすぐにお会いしましょう。はい。柴崎でした。どうもありがとう。